日本なめんなよ。何考えてるのこの迷惑外国人が。どんどん悪くなってるんじゃないでしょうか。腹立ちますよね。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。もう1年以上前になると思うんですが、迷惑外国人について日本なめんないよという動画を上げさせていただきました。その時の動画の最後にも言いましたように、残念ながら一人のアホ、バカが捕まったとしても、同じことを真似しに来るバカな外国人があっちこっちから日本に来るんじゃないかと。逮捕があったからって、もうこの問題が終わりということではないですよね。残念ながら他の外国人は数ヶ月前からその行動を見て、日本はね、いいな、やりやすいな、もうあいつらができるなら俺らもできるんじゃないかと。海外でそのね、準備をしている人がいるんじゃないかなと思いますよね。それから1年ちょいかな。最近のニュース、最近の新聞、最近のウェブサイト、最近の TwitterX を見て、ますますひどくなってるんじゃないでしょうか。全世界からのバカが日本に来て、安い日本に来て、誰でも行ける円安があるから、どこからでもお金のない人、質の本当に最低の人からでも、誰でも日本に簡単に行ける。3ヶ月間の観光ビザで日本にいて、そこからバカみたいに、もう日本は自分の舞台、自分のステージになって何をやっても、どんなバカなことをやっても、どんな迷惑かけても捕まることがない。やりたい放題の日本。最近の動画少し見てください。अरे बाप रे ये जापान है ये जापान है ये जापान उतरी ये जापान है 電車の中でも遊園地になってるんじゃないか。お寺のところも遊園地みたいになっている。何でも OK と思っている外国人はなぜこうなったんだろう。もちろん以前のバカな人たちの真似がある。彼らはできた。一人は捕まって30日間、何日間は日本にいたかもしれないんだけど、その後、無事にアメリカに帰れた。人種は関係なく、アホはアホ。でもなぜ日本はターゲットになっているのか。その時も言ったと思うんですけど、罰にならないから。罪にならないから。何もないから。警察が出ても、はい、チェックで、はい、注意もほぼない時もあるんで、終わってしまう。で、やってもいい。取り上げて収益も得る人たちが日本にいてどんなに迷惑かけても日本人には言われることはない。怒られることはめったにない。罰とか罪になることはないってからこそやりたい放題。日本人は舐められてるよね。日本人はおとなしいからもうやりやすいと思って計算していく人たちがどんどん増えてる。鳥居から懸垂をする女性。何やってるの？何考えてるの？確かにその後なんか謝った。もう言葉もあったらしいんだけど考えてなかった。間違いと。そういうのはね、本当にあると思うんですよ。どっかにいてわかんない。バカなことをやる可能性があるんだけど、わざとらしいところが嫌なんですよね。この人たち電車に乗ってわざと転んじゃって日本人に手を出したり、交差点の中でブレイクダンスかなんかをわざとやって、いつももうアメリカ人だからこういうところがあるのは仕方ないというのはあるかもしれないんだけど、自己中心のアメリカ人たちが、もうそういう性格上の一つなんだけど、ただ、どこまで自己中心にするのか、他の国にいて、環境を見て合わせなきゃいけないところいっぱいあるんじゃないでしょうか。
この人たちはできない。自分たちがスター。自分たちがもうすべて。自分たちが中心にいて、周りがみんなこれもう視聴者っていう勝手な考え方をする人たち。何をやってもいい。恥ずかしいよ。全世界のバカがわざともう日本を狙ってるんだよ。なので、この環境を変えないと止まらないって、どんどんさらにひどくなることしかないことを1年前に俺が正しかったとか俺言ったんだろうっていうことじゃないんですよ。誰でも理想のある人たちのその時から見えたわけ。わかるわけ。これで終わりじゃないこと。で、そこから1年で法律が変わってなければ、岸田政権が終わって、この新しい政権に勝って何が変わるのか、もっと変な人をどんどん入れちゃうのか、入れてあげればあげるほど、どんどんこういうことがある。100% 何も止められないというのを分かってるんだけど、日本ではこういうのを許さないという何かをやらないと、結局警察、罪、お金、その人たちを脅すことのアクションを起こさないと、どんどんひどくなる。もう一つは円安。円安だからね、誰でも簡単。日本の高級イメージがないです。遊園地みたいなところとして見てるバカな外国人が多いです。もちろんリスペクトしたい外国人もいっぱいいる。どちらかといえばそっちの方が多いんですよ。多分90% 以上の外国人日本にいて日本をリスペクトしたい人たちの中でただ1割、もう 5%、2、3% でもこのぐらい目立ってくると外国人、私も含めて日本大好きな人たちがみんな変な目で日本人から見られるようになることが私は外国人としては仕方ないと思うんです。日本人がもう外国人を飽きる。外国人もいらない。嫌だっていう気持ちになる。気持ちが理解できる。自分も嫌なんだからこれ見て。日本人じゃないのに。自分の好きな国に人が来て勝手にそういう遊びとか勝手にそういうことするなんては何様なのみんなは。日本にはそんなこといらないって。リスペクトできないから行くなって。この動画は以前も英語版も作ったので近日中にまた英語で作らせてください。英語で言う必要もあるんだけれども、俺の動画のすべての下の方に英語字幕も入れてるので、これを見てる外国人も日本のことをリスペクトできないなら日本に行くなっていうことです。私からのリクエストとほとんどの日本人、これを見てる日本人からのリクエストもそう。リスペクトするなら日本へようこそ。ウェルカム。日本をリスペクトできないなら、ルールに合わせることはできないなら来るなっていうことです。当時の動画の時も言ったんですけど、今の新しい石破政権、そして日本の警察に要望があります。外国人から、アメリカ人からの要望というのは変かもしれないんだけど、もっと強く取り締まってください。取り締まりをしない限りは、どんどん、また1年後にどんだけひどくなるのかということを聞いてください。お願いだから取り締まってください。罪と逮捕と、で、あと一般の日本人、このアメリカ的な考え方かもしれないんだけど、100% 警察には頼ってはいけない。政治家にももう 100% 頼ってはいけない。なので、日本人の国民として自分の国を守る義務が一人一人にあると思うので、もちろん暴力は許せないんだけど、日本語でもいいから言うことが大事なんじゃないでしょうか。許さないこと。逆にもう録画しとくこと。失礼に感じるかもしれないんだけど、電話を誰かに向かって。でもそうしないと自分の国を守れない。事実と証拠が残らない。ってなると、後でどうやって罪にするの、どうやってこの人は起訴するのかとかっていう。一人一人は自分の国を守ることが非常に大事です。日本人としてプライド持って立ち上がって、No! 英語としても言いたいなら No っていうのは誰にも通じるので No! あとは日本語でいいから。恥ずかしいこと、日本なんだから。自分の国、自分のところ、自分の周り、自分の同じ国民の日本人を守ってください。ここは日本です。一切こういうことを許さないことを目を合わせて言えばいいんじゃないでしょうか。はい。見て見ぬふりをしないことが
大事だと私は思っております。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スティーブ的視点のグッズがあります。キャップなどの、これはちょっと違うんだけど、これは誕生日にヒータンから、あっちゃんの彼女のヒータンからもらった大好きなブランドです。かっこいいでしょ。ね。他の T シャツ、こういうかっこいい系の T シャツ、どんどん新しいのを作ってるので、Amazon Japan でスティーブ的視点検索していただければ、stevepob.jp と Amazon Japan にステッカー、T シャツ、招き猫、サムズアップの招き猫などのものいっぱい入っているのでチェックしてみてください。国内送料は無料です。そしてメンバーシップクラブがあります。特典、絵文字、そしてバッジ、オリジナルバッジもゲットできるので、YouTube のホームページからスティーブチャンネルのメンバーシップについてチェックしてみてください。結構限定動画の特典もあるので、チェックしてみてね。もっとこういう時代だからこそ日本人同士、日本のために力を合わせて動けばいいんじゃないか。なんか困ってる変なところあって無視するんじゃなくてやっぱり向き合って同じ日本人として自分の国を守る。日本なめるなっていう気持ちで日々前進頑張ってやってくださいね。よろしくお願いします。